今動画を区切って次の動画にしたんですけど、今バリを削ってこういう感じに、したんですね。でこの次に何をするかっていうと、あの、この生漆で、なんでしょう、接着面を上からもう一回塗って補強するっていうことをします。うん。漆こうやって何回も何回も塗ることによって、あの、強度が上がるっていうんでしょうか。うん。で、接着面にこうやって塗って、この塗り方っていうのは別に、本当にベタベタ塗って、後でこれ拭き取るんですね。うん。で、この接着面の、なんでしょう、漆に漆の半乾きのところに、さらに上から漆を練り込むような感じで塗ります。よしよし。で、こういう風なことやっておくことによって、その漆の、なんだろなんか中に隙間があっても、その隙間を埋めるような感じで、うん。よし。とりあえず今、ここだけこんな感じに漆塗ったんですけど、これ、全部の部分に塗ります。で、塗ったら、あの、これ、このまま乾いちゃうと、ここのところが、こういう感じに色が、こういう感じに色がついちゃうんで、これを拭き取ります。拭き取って、あの、なんだろ本当にこのつなぎ目のところに漆が、染み込んでる状態にするっていう感じです。うん。よし。とりあえず簡易的に拭き取って、ちょっと他のところもやってみようかなと。大丈夫か。で、この漆を塗って拭き取るっていうのは結構よくやることで、なんだろう。例えば漆の塗りの技法で、拭き漆っていうのがあるんですね。その場合はこういう生漆じゃなくて、生成されたスキ漆を使うんですけど、えっと、漆を塗って、拭き取って乾かして、で乾いたらまた漆を塗って拭き取って乾かしてっていうことを繰り返すことによって、あの、どんどんその色を濃くしていくって言いますか。で漆なんか塗りが上手な人はこうやって一気にやってもいいんですけど、その拭き漆っていうことをやることによって、なんかムラがなくて綺麗にできるっていう、そういうやり方があります。あれ結構その漆の量を使うんで、漆の量も使いますし、時間もかかるんで大変っていうのはあるんですけど、仕上がりとしては綺麗になります。ちょっと、うん、結構、この辺のね、漆は、俺はこういう感じで塗るの好きなんですけど、もしかしたらこれあの、やんなくても、この、今塗ってるこの作業ですね、やんなくてもいいかもしんないです。どうせ間はパテで埋めたり、この後の工程でも漆また上から塗ったりするんですね。ただこれをやると、強度は増すんで、やった方がいいんじゃないかなと思います。よし。とりあえず表面だけやろうかな。とりあえず表面だけまたこうやって漆塗って、ティッシュで拭き取ってっていう感じで、でこの拭き取った後のこの漆っていうのは、乾く前であればなんか
他のものでなんか拭いたりすればその漆の色がついたりするんで、まあなんかその漆的なものでコーティングしたい場合はこのものを利用するといいんじゃないかなと思います。よし。でまあざっと今拭いて表面こんな感じで漆を染み込ませたんですけど、これを、内部のこっち側もやっていきます。でこれ動画撮っていくとまた長くなっちゃうんで、動画をここで終えて、中のこっちの方も漆塗ったとして、完成したらまたこの漆風呂にですね入れて、また蓋をしてですね、2、3日したら次の工程に行くっていう感じになります。では、チャオ。